韓国ソウル地下鉄チョンロ3階駅。着いた着いた。また来たチョンロ。さて今日行くところはまっすぐか。お、駅出てすぐ目の前にビールがある。グラスから泡が溢れてる。グラスに口つけて吸い込みたい。あかん、もうちょっとの我慢や。喉がうなってきた。早く今日の店へ向かおう。あんなん見てもうたら急がなあかん。あれ、なんやこれ。カップルリングのアップグレード。この辺は貴金属有名やからな。ダイヤモンドのグレードをアップグレードしてくれるってことやろ。いやでもカップルリングやろ。俺がここでカップルリング買ってしまったら薬指につけて、もう一個は中指につけることになりますけど。あ、なんか中指立ててるみたいなと思った。隠しとこう。カップルリング5セット買って全ての指につけてやると思いながら全身や。うわ、これなんや。サムルノリとかで見たことあるような太鼓がある。国楽器の専門店なんや。日本でいう雅楽のような韓国の伝統音楽。立派な看板の中にはたくさんの打楽器が置いてある。国楽のフェスティバルみたいなのもあんねや。一回見てみたいな。でもこれ打楽器やからこうやって叩くんかな。サムルノリとかではあぐらかきながらこう売ってるイメージあんねんけど、なんかもうとりあえず今日変なテンションやねん。もう痛いわ。もう首余計なことすな。でもほんまに上手なプロが叩いたらええ音すんやろな。なんでこんな都会の真ん中に。でがくさ大覚寺。お寺の名前は仏教用語から作られてるとこも多いから、インドから中国に入って漢字に直され、日本も韓国も漢字で書くと同じお寺が多い。ここ大覚寺もそうやし、吉祥寺とかもそう。なんて思いながら足は吸い込まれていく。韓国のお寺さんはやっぱり華やかやな。ここが本堂か。立派なご本尊。まずは合掌。韓国での仏教の最大勢力は曹溪宗。うちの実家は浄土宗やから、ご本尊は阿弥陀如来。その左右に聖子菩薩と観音菩薩がいらっしゃる。こちらのお寺はご本尊に釈迦牟尼仏、その左右には地蔵菩薩と観音菩薩がいらっしゃる。いや私ね、まだ修行中の身やのにこんなことしてますね。少しでも皆さんのお役に立てるようにと思って。ご飯少しでもお役に立ってればやってる甲斐があるというもの。確かこっちやと思うねんけど。ああ、正解。そろそろ近づいてきた。近づいてきたんは空。俺はまだ極楽浄土には遠い男や。着いた。早くもっこし。おちゅぎね、おちゅぎね、おうちゅぎね。そんな凄さを味わいに来ました。入店です。こちらのメニュー、メインはタッメウンタン。その他にはメウンタンやチュクミサムギョプサルとかもある。基本的なサリ類も置いてある。メニュー表見てるふりしてるけど、もう頼むのは決まってる。닭 매운탕 소주 하나랑요. 소주 한 병 주세요. 진로 있어요? 네, 진로 주세요. さあ頼んだ頼んだ。楽しみやな。こんなところで不意に現れるサングラストゥッコミ。突然の再会を喜んでる間に用意してくれた基本のおかずはノトリム、キムチ、角的、ニンニクの漬物。そしてきたぐる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 ちゅぎねで叫んでやるぞローリング。滑って開けへんがな。気持ちの焦りが手のひらに現れた。よっしゃ、ええ音とともに開いた。精神統一や。すぐ横にはタボン。俺もタボン。二人の息が合ったところで一杯。壁一面、数国語には秋の空。ありがとうございます。焼酎が入った口にまずどれ入れようかな。よっしゃ、ドトリム。カモン。ええやんええやん。ちょっと待ってや、一口目やぞ。
そんな仕打ちある？あかん、もう口の中はドトリムの味になってる。今度はしっかりと掴んだ。飛び込みをしたカレーを一目に一口。食感でさっぱり。気づいたらまたいっぱい入れてる。ドトリムの少し残る口の中に流し込む。さっき飛び込みをされた方、もったいないからこっちおいで。20秒も経ってへんから大丈夫や。なんてわけのわからんこと言ってる間にやってきました。火にかけて少し時間が経ったらこの表情。ズームインでほら、ブクブク言うてる。俺の両手もブクブク言い出す。おたまちゃん、準備はできた？ゴー！鶏肉もええ感じに煮詰まってきた。うまそう。まずはお肉をランダムに、丁寧にゆっくりと。大丈夫かな？飛ばさんかな？これでよし。それにしても暑い。ちょっと脱ごう。もうだいぶ涼しくなってきたから白シャツだけじゃ寒いのよ。鳥が飛んだ。もう見た目だけでホクホクしてるのがわかる。よし、こいつからいくか。白さ全開やねんけど、ちょっとタンマエプロンもらってきた。っていうかこれなんかでかない？なんか従業員みたいになってる。下に3つもポッケあるし、伝票とか入れれる。いらっしゃいませ。再び鳥がと。もうくだらんことせんでええから食べていくぞ。おお、危な。ドトリムの二の舞になったら俺もう泣くでここで。そんなこと思いながら夫婦一口。メウンタンって魚介のもんや思ってたのに、事業拡大して大成功を収めとるやないか。一口食べるとメニューにメウンタンと書かれてある通り辛さがさっと入ってくる。そして噛むたびに出てくる鶏肉のエキス。小頼んだから鶏肉は少し小さめやけど2人前までならこれで十分。噛むたびにこのホロホロさを感じる。骨はポイ。立て続けにワンモアチキン。さっきの部位とは違い柔らかい部分。その中にしっかり吸い込まれたスープの味。俺鳥年やからな、相性抜群。もう我慢できん。スープを1スプーン。躊躇なくスープをごくり。ああ、うまい。まんまと罠に引っかかる。このスープ、中にニンニクが大量に入っている。だから俺を自然に鳥の世界へ連れていく。さあ次第2弾行こうかなと思ってたら、なんか鼻の穴がムズムズしてくる。ちょっと待って。スパイスが鼻に入ってきた。申し訳ありません。さあ気を取り直していこう。思ったらいきなりのセクシーショット。よし、次は手羽やな。ええ感じで肉もついてる。また箸やったら落としそうやから手でつかむ。熱い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 。鳥より暴れる男は静かに上から夫婦。リコーダーの口、もう一度トライ。よし、ええ感じやないか。片方の端から口に入れ歯で肉を確保。そのままシュッと骨を抜く。そしてもう片方もシュッと。ええ感じで抜けた。ダメダメダメなのよ。タットリタンと何が違うんかなと思いながら食べててんけど、味はよう似てるけどやっぱりこのスープが多いからかな。ここでもしっかり骨までしゃぶる。お口直しには確適。一口でお口の中がリフレッシュ。そしてこいつも俺これ好きやねんな。ニンニクのお漬物、やはりうまい。そんなお口には焼酎が必須。お？なんやあれ？ん？こっちにも書いてある。焼酎2本を頼むとガマガエルちゃんのキーホルダーがもらえる。欲しいで俺は。なんかいけそうでいかれへん量。いや、いけるかな。いや、無理して飲むのは絶対良くない。頭の中でぐる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 回ってパニック状態になって、わけのわからん行動してしまった。大反省。とりあえずキーホルダーのことは一旦忘れて、このメウンタンを楽しまなあかん。まだまだお鍋の中には大量の鶏肉。そして一番忘れちゃいけないこのスープ。ニンニクが大量に入ってるのがわかる。もうそろそろ寒くなってくるこの時期は、ホロホロの鶏肉と少し辛めのこのスープがよく合う季節になってきた。
そんな時期は右手も左手も大忙し。俺の後ろには千手観音がついている。中に入っているじゃがいも、スープをよく吸ってこちらも最高。そしてお鍋の中には玉ねぎもたくさん入ってる。玉ねぎの甘みが辛めのスープを少し和らげてくれてる。エプロンが肩からずっと落ちてくるから今日はお箸が使いづらい。ほらまた。でも大丈夫。お皿の上。チキン救出作戦も大成功し、セクシータイム終了。一連の流れの締めはスープ。一口飲んだらすぐわかる。身にしみる。完全なる思考停止で最後まで飲み干す。ここでは酒が必須や。身をもって分かった気がする。肉もそろそろなくなってきた。あ、首や。首の肉をチュパチュパ舐めながら、さあそろそろ行くか。おお、気づいたらすごい人。普段ウェイティング結構あるらしいから、そんな時は文明の力に頼る。うどんさり花丸ですね。ええ。すぐさま準備。来た。正直カルグクスとうどん迷ってんけど、今日はちょっとうどんの気分やって。麺の前では静かな男。ええ感じにグツグツ言うてきた。息が吹き返す俺の右手。下からの湯気我慢してたけど熱いよ。少し飛んでもうた。服にはかかってない。さすがセクシーエプロン。先ほどまでの真っ白な麺がスープ色に染まってる。一口デカめな俺はもう一すくい。そして絶対に忘れちゃいけないこのスープ。麺が隠れるまで入れたい。これは熱いで。もう目が開けれんほど熱いからな。もうこの時点で口に入れたいけど、入れたらうえってなってしまうからな。なんだかんだで学んでんねん俺も。よし、そろそろええやろ。全然学んでへん。気を取り直して終わりのない一口が続く。やっぱりこのスープ麺に合う。ラーメンはスープの味がちょっと変わってまうから、うどんやカルグクスがおすすめ。こうつるっといけるしね。あっ、ほらこれだけスナップが効いた麺。やっぱり締めには熱いスープ。これは効く。こっちにも効く。残ったうどんと少し残しておいた鶏肉も一緒にワンプレートメウンタン。肉食べていこうかなと思いながらフーフーしてたら、俺の頭にあいつがよぎる。しばしお待ちを。心を落ち着かせうどんをつるっとスナップを効かせて食していく。そしてこういう締めには欠かせないキムチ。また突然のセクシーショット。セクシーかキムチか。結局はキムチを選択。人は 2,3 歩先を考えるものである。2,3 歩先を考えてんねん俺は。あれ、一歩後退。全然なってへんやん。え、なんで？指にメウンタンのエネルギーを注入。ワンモアチャンス。볶음밥 하나만 주세요。よっしゃ。可愛い子には旅をさせろ。そういうことや。けどやっぱり家で待ってる父親はそれでも心配してしまう。眠れん夜に焼酎一杯。そんな時間は有効活用。さっき残しといたお肉を千手観音の力をお借りして細かくほぐしていく。パクリ。デカめの骨は私が処理いたします。向こうの方から足音が聞こえてきた。鳴り止むことはないこのパチパチと弾ける音。もっと近くで聞きたくて耳を近づける。熱い。今日もいただきました。鍋に残ってたスープは別のお皿に移してくれる。すぐさま熱々のご飯を一スプーンすくっていく。ある程度冷まして一口。これがコリアンデザート。一つの鍋で3ウェイ。まだまだ。俺は4ウェイや。さっきほぐしておいた鶏肉を投入。もう何の表情っていうぐらいにやけてる。鶏肉とご飯もしっかり混ざり完成形となる。ワンピースを手に入れた俺。そして一口。鶏肉のプリプリさとご飯のしっとりさがよう混ざって、これはうまいわ。旅させて正解。そしてご飯にはやはりスープ。無駄のないこの一連の流れ。ほんでまた思いついてもうた。ご飯。またまた残ったご飯。そして個別に出してくれたスープを1杯2杯3杯間髪入れずに混ぜていく。また少しセクシーショットが復活してきたけど、そんなことはもう気にしてられへん。
スープとともに手をつないだコリアンデザートを休みなく平らげていく。そしてそんなお口に角的も1粒2粒、こちらも3ポイント。この組み合わせや。チャーハンは鍋の底に残った少しカリカリした部分がまた美味しかったりする。それを平らげ、残ったうどんもスープも飲み干していく。さあそろそろラストの一杯ぐらいになってきたか。ガマガエルの最後の一滴まで。そう、無理して飲む必要なんかない。新たな目標ができただけや。そんな目標に向かって最後の一杯。焼酎の残る口にこちらも最後の一杯。おっ、入れすぎたけど今日はこの大きめのこいつが守ってくれたで。チョンロサムガの人気スポット育山丼の方にある鶏肉で作るメウンタン。さすがウェイティングが多い店だけのことはある。大満足や。ガマガエルちゃんのキーホルダー欲しかったけど、おお、めちゃでかいガチャガチャ。回すとこもでかい。商品はキーホルダーや。ガマちゃんのキーホルダー出るかもしらんぞ。一回やってみたろ。用意したったでごせん。俺はこういうの見てもうたらやってまうで。さあ行け、俺の5000ウォン。さあ来い。手が1回転半してもうた。いや、手がどこまで回すねんこれ。出てきた。でかい。カプセルもでかすぎる。これは期待してええんか期待外れなんか。オープン。お、なんやこれ。ペンスのエアポッツケース。キーホルダーでもないし、なんか中途半端にええやつやん。俺のエアポッツ付け替えました。今日からこれです。まあ当たりいうことやな、これはな。おう、ちぎね。3号店。2号店もあるってこと。わかりました。また今度来ます。チャオも